ちょっとメンテのこももです。今日はポーズを少し長めにキープしてゆっくり体をほぐしていくリラックスヨガを行います。簡単なポーズではありますが、長時間続くことでしびれや痛みを感じる場合もあります。途中で続けられなくなるほど頑張るのではなく、ポーズをキープすることで深まる自分の内側の変化を大切にして行ってくださいね。それでは始めていきましょう。まずは右足が前になるように安座になります。少しでも安座の姿勢のキープに不安があるようでしたら、畳んだブランケットなどをお尻の下に入れて、股関節の負担を和らげましょう。準備ができたら、両手を前について、吐きながらゆっくりと手を前に歩かせます。できるだけ細く長く息を吐いて、深い呼吸を繰り返しましょう。様子を見ながら、無理なく肘をついたり、おでこをマットに下ろせる方は下ろして構いません。この後も4分ちょっと安座の姿勢が続きますので、キープしても足や股関節に痛みが出ないように前屈の深さを調整してください。辛くなってきたらいつでもポーズを緩めましょう。ポーズをキープしながら呼吸を続けることで少しずつ股関節が緩んでいき、もう少し手を前に伸ばせる余裕ができたら伸ばしましょう。吐くたびに上半身の重みを感じて腰回りの伸びも感じます。心地が良ければ目を閉じ、呼吸とストレッチを味わいましょう。あと15秒キープします。あと5秒。3、2、1。次は両手を右側に歩かせて、左腰がじわーっと伸びてくるのを感じながらキープしましょう。肘やおでこがマットについている方は、辛くなければつけたままでもいいですし、少し緩めておでこを上げたり、手をつくように変えても大丈夫です。無理なく左の腰の後ろにストレッチを感じられるようにポーズの深さを調整しましょう。左のお尻が少し浮いてくると思いますが、最初は浮いても構いません。吐くたびに上半身の力を抜いて体の重みを預けて、じわーっと腰回りが緩み、ポーズが体に馴染んで、お尻がマットに近づいていくように呼吸しましょう。できるだけゆっくりと吐いて、最後まで呼吸を吐き切ってお腹が薄くなるのを感じて、吸うときは自然に任せて背中の膨らみを感じましょう。吸う息と吐く息のつなぎ目を滑らかに、常に柔らかい呼吸を続けます。あと5秒。3、2、1。さらに手を右側に歩かせて、右膝の真横に両手を下ろします。お腹にぐっと力を入れて、意識的におへそを右膝の方へしっかりと向けましょう。おへそからねじり、さらに左腰のストレッチを深めていきます。安座の姿勢が続いているので、股関節や足回りが辛くなってきている方もいると思いますが、このポーズの後に一度足を伸ばします。スムーズに次のポーズに移るのが難しいほど頑張りすぎないように、今の状態に合わせて足を緩めるようにしましょう。痛みや違和感がなければ、常に下腹部を締めてお腹を薄くしたまま、おへそを右膝へ向け続けます。息を吸うときもお腹の薄さを保ったまま、ストレッチが効いている背中側を膨らませるように呼吸しましょう。上半身を軽くねじりながら
深い呼吸を繰り返すことで体の中の循環が促進され、デトックス効果が得られます。あと5秒。3、2、1。それでは普段よりさらにゆっくり動くように意識して、吸いながら丁寧に上半身を起こしましょう。一度両足を伸ばして足を解放します。両手をお尻の後ろについて背中を反らせながら目線を上げ、背骨を伸ばしましょう。一息ついたら反対側を行っていきます。左足が前になるように安座になりましょう。両手を前について吐きながらゆっくりと手を前に歩かせます。無理なく肘をついたり、おでこをマットに下ろせる方は下ろして構いません。安座をキープしても足や股関節に痛みが出ないように前屈の深さを調整してください。辛くなってきたらいつでもポーズを緩めましょう。無理なくポーズをキープしながら呼吸を続けることで少しずつ股関節が緩んでいき、もう少し手を前に伸ばせる余裕ができたら、一歩前に手を伸ばして、腰回りのストレッチも感じていきます。心地が良ければ目を閉じて呼吸に意識を向けましょう。深く前屈することだけが目的とならないように、自分の内側の感覚に目を向けて、吸うたびに背中の膨らみを感じて、吐くたびに上半身の重みを味わいましょう。あと5秒。3、2、1。次は手を左側に歩かせて、右腰がじわーっと伸びてくるのを感じながらキープしましょう。肘やおでこがマットについている方は、辛くなければつけたままでもいいですし、少し緩めておでこを上げたり、手をつくように変えても大丈夫です。無理なく右腰のストレッチを感じられるようにポーズの深さを調整しましょう。右のお尻が少し浮いてくると思いますが、最初は浮いても構いません。吐くたびにじわーっと股関節や腰回りが緩み、ポーズが体に馴染んで、お尻がマットに近づいていくように呼吸しましょう。ヨガでは安座の姿勢で行うポーズがよく登場しますが、股関節の可動域が狭くなっていると意外と安座で座るのが難しい方も多いと思います。右足が前になった時、左足が前になった時でもポーズの取りやすさに違いがある場合は、その左右差を感じて、今の自分の体の状態を把握していきましょう。あと5秒。3、2、1。さらに手を左側に歩かせて、左膝の真横に手を下ろします。お腹にぐっと力を入れて、意識的におへそを左膝の方へしっかりと向けましょう。下腹部を締めてお腹を薄くしたまま、おへそからしっかりとねじって、右腰のストレッチをもう一段階深めていきます。息を吸うときもお腹の薄さを保ったまま、ストレッチが効いている背中側を膨らませるように呼吸しましょう。背骨には多くの自律神経があるため、骨盤や背骨周りの動きを良くすることで、様々な不調の予防や改善につながります。吐く呼吸で体に溜まった老廃物や日常生活のストレスをすべて吐き出して、吸う呼吸で新鮮な空気を体にたくさん取り入れましょう。できるだけ細く長い呼吸を繰り返して、
体の循環を促します。あと5秒。3、2、1。それではゆっくりと吸いながら丁寧に上半身を起こしましょう。一度両足を伸ばして解放します。両手をお尻の後ろについて背中を反らせながら目線を上げ、背骨を伸ばしましょう。一息ついたら足幅を広めにとって両膝を立て、パタンと左側に倒します。座りやすいように足の位置を調整しましょう。準備ができたら右手をマットに下ろし、吐きながらゆっくりと上半身を右側に倒していきます。股関節がきつく感じる方は、右のお尻を浮かせたり、指先だけマットに触れるようにしても構いません。安座は股関節を外側に開く外旋の動きとなりますが、横座りでは片足が股関節を内側に閉じる内旋となります。特に男性は内旋が苦手な方が多いと思いますので、辛い時は無理せず、右のお尻の下にブランケットなどを入れて高さを出してください。内旋の動きが硬いと外旋の動きも悪くなり、姿勢崩れの原因になりますので、どちらもバランスよくストレッチしていくことが大切です。少しずつ股関節や腰回りが緩んで、もう一歩右手を遠くに置けるようであれば、手を置き直します。息を吐くたびにじわーっと右のお尻がマットに近づくようにイメージして、左腰のストレッチも深まるのを感じていきましょう。あと5秒。3、2、1。次は左手を背中に回し、手の甲をおへその裏側あたりに添えます。吸いながら左肩を後ろに引いて胸を開き、目線を斜め上に。吸うたびに左胸を膨らませて、吐くたびに上半身の重みを右側へ預けます。顔や顎だけで目線を上げようとせず、左肩を引くことで自然に斜め上を見上げるように、さらに左肩を耳から遠ざけるように斜め下へ下げましょう。心地が良ければ溝落ちの裏側あたりから軽く背中を反らせて、腰の真横だけでなく体の前側まで伸びてくるのも感じていきます。側屈の際には主に心臓にある腰方系筋が働きます。左右対称にあるため、どちらかが硬くなったり衰えたりすると骨盤を水平に保つことができなくなり、姿勢崩れや腰痛の原因となります。ストレッチされている体の左側だけでなく、吐く呼吸で右の体側が縮むのを意識しましょう。あと5秒。3、2、1。それではゆっくりと吸いながら丁寧に上半身を中心に戻しましょう。一度両膝を立てて、今度はパタンと右側に膝を倒します。座りやすいように足の位置を微調整しましょう。左手をマットに下ろし、吐きながらゆっくりと上半身を左側に倒していきます。股関節がきつく感じる方は左のお尻を浮かせたり、指先を軽くマットに触れるだけにします。お尻の下にブランケットなどを入れて高さを出しても構いません。息を吐くたびにじわーっと左のお尻がマットに近づくようにイメージして、右腰のストレッチも深まるのを感じていきましょう。左右差がある場合もありますので、決して無理せず、辛くなったらいつでも足やお尻の位置を調節してください。
呼吸を続けて少しずつ股関節や腰回りが緩んでいき、もう一歩左手を遠くに置けるようであれば手を置き直します。側屈の際に働く腰方頸筋は足を組んだ姿勢を長時間続けたり、片足に体重を乗せる癖があると硬くなりやすい筋肉です。継続的にストレッチを行うことで、ぜひ日常生活の習慣を見直すきっかけにつなげてください。あと5秒。3、2、1。次は右手を背中に回し、手の甲をおへその裏側あたりに添えます。吸いながら右肩を後ろに引いて胸を開き、目線を斜め上に。吸うたびに右の胸を膨らませて、吐くたびに上半身の重みを左側へ預けます。顔や顎だけで目線を上げようとせず、右肩を引くことで自然に斜め上を見上げるように。さらに右肩を耳から遠ざけるように斜め下へ下げましょう。心地が良ければ溝落ちの裏側あたりから軽く背中を反らせて、お腹まで伸びてくるのも感じていきます。デスクワークなどで背中を丸めた状態が続くと、上腕を背中側へ引く働きのある広背筋が衰え、慢性的な猫背や巻き肩を引き起こします。また、胸が閉じて呼吸がしにくくなるため、息苦しさや頭痛につながる場合もあります。吸うたびに右の肺のスペースの広がりを味わいましょう。あと5秒。3、2、1。それではゆっくりと吸いながら丁寧に上半身を中心に戻しましょう。最後に仰向けになります。両手両足を上に伸ばし、ブラブラと揺らしていきます。指先、足先の力を抜いて柔らかく動かして、それでは動きを止めて、ふわっと両手両足を床に下ろします。お疲れ様でした。このまま少しお休みしたい方は、そのままマットに体を預けてお休みしてください。このチャンネルではちょこっとセルフメンテナンスできるヨガ動画を配信しています。気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録をいただけると嬉しいです。一緒に体を動かして健康になりましょう。